どうもミスターベイルです。翻訳アプリ、ゲーム、動画視聴、そして DMM 動画まで楽しめる AR グラスInMo Air 3ですが、前回のレビュー動画でたくさんの質問や期待のコメントをいただきました。このデバイスは Android 搭載で単体動作するケーブルレスの AR グラスで Google Play 対応なので、普段スマホで使っているアプリがそのまま使えます。つまり活用方法は無限大です。自分も使い込んでいく中でいろいろな発見があったので、今回は実際に試して分かった便利な使い方、そしてコメントの質問への回答をまとめて紹介します。一番反応が多かった質問はもちろんご察しの通りです。後半にその質問にもしっかり答えていきますが、まず実際に使ってみてこれは便利だと思った活用法から見ていきましょう。まずは実用性が高い翻訳アプリの活用法から見ていきます。翻訳アプリについてはいくつか選択肢があります。カメラ翻訳については1本目の動画で詳しく紹介したので、ここではさらっと触れておきます。メガネの正面にカメラがついているので、Google レンズを使えば、例えば英語の看板を見るだけで文字をその部分を保ったまま翻訳してくれます。これはかなり SF 感があって感動しました。海外旅行でかなり便利そうなので、いずれ使ってみたいですね。音声翻訳については Android アプリには Google 翻訳や Microsoft 翻訳などがあります。その中でも個人的には Microsoft 翻訳がおすすめです。Google 翻訳は会話モードにしてもなぜか音声認識されない時があるんですが、Microsoft 翻訳は認識精度が高いです。常時リアルタイム翻訳の状態にでき、表示も分かりやすいです。次に Air3 にスマホや PC の画面を映せるかについて見ていきます。これはコメントでも質問が多かった部分です。スマホの画面を映す場合はミラーリング機能、PC の場合はリモートデスクトップ機能を使います。iPhone のミラーリングは Air3 に標準搭載されているキャスト画面アプリを使います。設定手順はかなり簡単です。まず Air3 でキャスト画面を起動します。次に iPhone のコントロールセンターを開いて画面ミラーリングを起動します。同じ Wi-Fi ネットワークに接続していれば、デバイス一覧に InMo Air 3が表示されるので、選択すればすぐに接続完了です。縦画面で大きめに表示されるので、細かい文字は見づらいですが、遅延も思ったより少なく実用レベルです。YouTube などで全画面表示すれば横長に切り替わり大画面で楽しめます。外出先で使う場合は Wi-Fi ネットワークの確保が必要になるので、その点だけ注意してください。Android スマホの場合はいくつか方法があります。同じくキャスト画面を使うと、チュービオというアプリを使うように案内されます。ただし、チュービオでは画面全体のミラーリングはできないようで、アプリ単位でのキャストのみになります。試しに YouTube をキャストしてみましたが、遅延があり、あまり実用的ではありませんでした。他にも Air ミラーや Power ミラーなど、Air 3とスマホの両方にアプリをインストールする方法も試してみましたが、表示がタブレットに対応しきれていなかったり、遅延が多かったりと実用的ではありませんでした。Android のミラーリングについてはもう少しいい方法を模索してみたいと思うんです。Air3 に PC 画面を映す場合は、Chrome リモートデスクトップがおすすめです。Google アカウントがあればすぐに使えて設定も簡単です。外出先から PC 画面を確認したいときに便利です。ただし Air3 のリング操作だけだとポインター操作になるので、本格的な作業は難しいと思います。マウスやキーボードを Bluetooth 接続すれば問題ないかと思います。リモートデスクトップには他にもゲーム用途におすすめな Parsec という選択肢もあります。今回実際試してみたんですが、Parsec は画面のズームができなかったり、日本語入力がうまく動かなかったりしました。一般的な PC 操作には Chrome リモートデスクトップ、ゲームプレイには Parsec と用途に応じて使い分けるといいかもしれません。ちなみに自分は普段 AnyDesk を使っていましたが、無料版だと最近セッション制限がされるようになってきたので、今回の調査でおすすめだと判明した Chrome リモートデスクトップに乗り換えようと思います。続いてゲームやエンタメの活用について見ていきます。AR グラスなら周りに画面を見られずに楽しめるのが大きなメリットです。まず Android ゲームについてです。前回も紹介しましたが、例えばジャンタマもプレイできますし、モンストのような引っ張って飛ばすタイプのゲームもスマートリングでの操作で遊べます。ただ原神のようなアクションゲームや FPS のような両手で操作が必要なゲームはリング操作だとポインターになるので少し難しいです。
前回のコメントでコントローラーは使えないんですかと質問があったんですが、そういったゲームは Bluetooth コントローラーを接続すると快適に遊べます。PS5 のコントローラーやサードパーティー製の Bluetooth コントローラーでもスマホで接続できるタイプなら問題なく使えるはずです。ただしずっとゲームをプレイしているとバッテリーの消費が激しいのでほどほどにしましょう。動画視聴についても見ていきましょう。YouTube や Netflix、プライムビデオなど主要な動画配信サービスが全て利用できます。視野角36度で画面が小さいのではと思うかもしれませんが、2メートルから3メートル先に100から150インチなので思ったより大きく見えますし、マイクロ有機 EL で 62ppd なので結構綺麗です。それぞれのアプリをインストールすれば普通に視聴できるので、いつでもどこでも映画やアニメを楽しめますね。寝転がりながらの視聴にも向いています。位置ゲーについても質問がありました。ポケモン GO など位置情報を使ったゲームも問題なく動作します。AR グラスならスマホを取り出さずに画面を見ながら歩けるので、周りからはただ歩いているだけに見えます。特にポケモンゲットのシーンではポケモンが空間に浮かんでいるように見えて、まさに AR ポケモンみたいな未来感を感じました。ただしモンスターボールを投げる操作がリング操作に対応していないようで、ボールが投げれませんでした。ポケモン GO が AR グラスに最適化されたら最高だろうなと思います。電子書籍も普通に読めます。Kindle など主要なリーダーアプリが使えます。リング操作でページめくりもできますし、文字サイズを調整すれば全く問題なく読めます。通勤中の読書にも便利です。Air 3で音楽や音声を楽しむ方法は2通りあります。1つ目は Air 3に直接 Spotify などの音楽アプリをインストールして再生する方法です。2つ目の方法はスマホと Bluetooth 接続してスマホの音声を Air 3本体スピーカーから流す方法です。この方法だとオーディオグラスのような使い方ができて、通知音やアラーム音なども聞き取れて便利です。ここからはその他便利な使い方や実際に使って気づいた工夫について紹介していきます。屋外で使っていると建物に入ったり出たりで外の明るさがよく変わります。そのタイミングで Air 3のディスプレイが見えづらくなることがあります。かといって常に明るさを最大にしているとバッテリーの持ちが悪くなるので、画面の明るさを簡単に変えれたらいいのにと思っていました。明るさの自動調整機能は一応あるんですが、手動でも調整できるようにすればバッテリー持ちを最適化できます。そこで音量ボタンをカスタマイズできないかと思って調べてみると、ボタン操作のカスタマイズができるアプリがありました。実際試してみると Air 3の音量ボタンに画面の明るさ調整を割り当てることができました。長押しで元の音量調整を割り当てたり、その他にもアプリ起動などかなり多くの機能をカスタマイズできます。使い方によってはかなり便利になりそうで驚きです。このカスタマイズアプリが使えるというのも Android アプリが全部使えるという強みですね。通話機能についても質問がありました。 LINE や Discord などの通話アプリであれば普通に音声通話ができます。内蔵アプリとスピーカーがあるので別途機材は不要です。ただし通常の会話回線を使った通話はできません。あくまでインターネット経由の通話アプリ限定になります。通知の確認についても便利です。アプリを入れれば LINE や Discord、Slack、X などの SNS も含め全ての通知が画面に表示されます。スマホと同じように通知ポップが出るので一目で内容を確認できます。先ほど紹介したスマホとの Bluetooth 接続を使えばスマホに来た通知音や通話音声も Air 3のスピーカーから聞こえます。スマホを取り出さずに通知を確認したり通話できたりするので便利です。ダークモード設定を活用した裏技的な使い方も紹介しておきます。InMo Air 3では背景に色がついている部分は不透明に表示されて現実世界が見えづらくなりますが、背景が黒い部分は透過されるという特性があります。つまり背景が黒いアプリであれば情報表示部分だけが空間に浮かんで見えるというまさに AR グラスらしい表現ができます。この特性を生かせば未来的なマップが作れるのではないかと思って実際に AR 専用のナビゲーションウェブアプリを作ってみました。 AI を使えばウェブアプリは意外と簡単に作れてしまいます。背景を黒にしたので地図の背景が透過して空間に浮かんで見えるというわけです。 VR と違って AR グラスだったらこういったシンプルな表現でも十分実用的なアプリが作れるのが強みだと思います。既存アプリでも X、YouTube、Chrome などダークモード対応しているアプリであれば同じような表現ができます。
ダークモードに対応しているアプリは全てダークモードに設定しておくと視界を遮らずに情報だけが浮かんで見えるのでかなり使いやすくなります。実は動画撮影後に気づいたんですが、開発者モードからシステム全体をダークモードにする方法がありました。マイクロソフト翻訳などほとんどのアプリや設定画面が背景黒系になります。普通では見つけにくい方法だったので手順を概要欄に載せておきます。入手した人はぜひ試してみてください。サイドビューのような画面の一部だけに情報を表示する機能はあるかという質問もありました。Air 3には専用の機能は備わっていませんが、先ほど説明した黒背景の透過特性を活かせば画面の一部だけに情報を表示することも可能です。先ほどの AR 専用ナビアプリにはこれを活用してミニマップ機能を実装しています。地図をミニマップに切り替えることができ、視界の端に配置できます。ミニマップ以外の領域は黒背景で透過するので AR グラスの視界を確保しながら地図を表示できるというわけです。既存の Android アプリでこのような機能があるものはないと思いますので、自作すれば十分可能です。ハンドトラッキングについても質問がありました。現在は対応されていませんが、カメラが搭載されているので、将来的にはアップデートで対応する可能性はあります。インモ公式の回答でも貴重な意見として参考にするとのことでした。今後のアップデートに期待しましょう。ここからはコメントでいただいた質問や公式ページを見ていて気になった疑問に答えていきます。Android バージョンについては Android 14です。現在もシェア率が高く AR グラスとしては十分新しいバージョンです。Google Play も使えますし SDK や API もオープンにされています。トラッキングの自由度については通常時では0度符で頭を動かしても画面が視界の正面に追従します。3ドフは特定の AR アプリで対応していて、6ドフは機能面では対応していますが、現在はまだデモ段階のようです。焦点距離、つまり画面が何メートル先に見えるかについては、公式では2メートル先に見える設定となっています。実際に使ってみても2、3メートル先を見ている感覚に近いです。老眼の方でも使えるかについては、累進レンズの対応が重要になります。インモ公式の最新の回答によると、累進レンズは現時点では対応予定と記載されていますが、必要な方は最新の対応状況を確認することをお勧めします。防水性能については明確な IPX 評価は公開されていません。公式では豪雨や過度に湿度の多い環境での使用は控えるよう推奨されています。雨の日やお風呂に入りながらの使用については、できるだけ避けた方が安全です。保証期間については本体は2年、バッテリーは1年の保証があります。自然故障の場合、交換送料や関税もインモ社負担とのことです。バッテリーの交換については、インモ公式によると、バッテリーの寿命や交換に関しては、日本の関連法令に準拠した保証を提供いたします。詳細は発売時に改めてご案内しますとのことです。長期間使う場合はバッテリー劣化の問題は重要なので、最新情報を随時確認することをお勧めします。Mac の画面を映すのはおそらく可能です。ミラーリングについては Mac も同じ AirPlay 機能があるので iPhone と同様に Air 3のキャスト画面を使ってミラーリングできる可能性が高いです。リモートデスクトップについても先ほど紹介した Chrome リモートデスクトップなどが使えます。APK ファイルからのインストールについては Android なので可能です。ただし Air 3は Google Play に完全対応しているので、ほとんどのアプリは Google Play から直接ダウンロードできます。APK が必要になるのは Google Play 非対応のアプリを使いたい時ぐらいで、めったにないと思います。斜視や目の影響については2メートル先の焦点距離で設計されているので、近距離を見続けるスマホとは異なる特性があります。ただし長時間見続けると目が疲れる可能性があるので、ディスプレイをオフにして休憩を取ることをお勧めします。ヘルメットとの併用については、メガネとしても大きめなデザインなので、ヘルメットの中に収まるのは難しそうです。運転中での使用については、視界に画面が表示されるという点で、安全上お勧めしません。というか、かなり危険です。この前 Air 3で X を見ながら出かける準備をしていたら、普通に忘れ物をしてしまいました。視界に常に情報が表示されているというのは、かなり脳のリソースを取られるようです。運転中はスマホ使用以上に危険な可能性があるので、これ普通にやめた方がいいです。外で使うこと自体は問題なくできます。ただしインターネット接続したい場合は、モバイル通信非対応なのでテザリングなどを使うことになります。
Air 3単体ではモバイル通信ができないので、スマホのテザリングかポケット Wi-Fi などに接続する必要があります。音楽や動画を Air 3本体にダウンロードしておけば、ネット接続なしで外出先でも使えます。本体の容量は 128GB あるので、かなりの量のコンテンツを保存できます。音質と音漏れについても質問がありました。内蔵スピーカーはオープンイヤー型というのもあって、YouTube 視聴には十分ですが、音楽を本格的に楽しむには物足りない感じがあります。音漏れについてはオープンイヤー型の特性上、周囲に音が若干漏れます。ただし自分が聞こえないぐらいにギリギリ小さくすれば、ほぼ周囲に漏れないぐらいの調整は可能です。普通に音楽を聴きたい場合は Bluetooth イヤホンが接続できるので、そちらがおすすめです。それではお待たせしました。コメントで特に多かった質問、トップ5に答えていきます。まず5位は、外で使えるか、明るさはという質問です。外で使えることは先ほどお伝えしましたが、画面の明るさについても気になる方が多いのです。曇りの日なら問題なく使えますが、直射日光が当たる場所では、ディスプレイの明るさを最大にしてもかなり見づらくなります。Air 3の輝度は600ニトなので、室内では十分な明るさですが、屋外の直射日光元では少し厳しいという結果でした。直射日光元でもどうしても使いたい場合は、サングラスカバーを装着すると周囲の光が遮断されて画面が見やすくなります。日中でも日陰や店内なら普通に使えますし、夜間であれば全く問題なく見えます。さらに外で使うコツとしては、先ほど紹介した音量ボタンに画面の明るさ調整を割り当てておくと、外の明るさに応じて簡単に調整できるので便利です。次に4位は、バッテリー持ちはどうか、充電しながら使えるかという質問です。バッテリー持ちの時間については、公式スペックでは最大5時間、スタンバイで7時間となっています。ただし明るさ 100% で常時点灯している場合は約2時間が実質的な駆動時間です。明るさを 50% に落とせば 3,4 時間は持ちますし、100% で常に使うことはほぼないと思います。スマホやスマートウォッチと同じように必要な時だけ画面を表示する使い方であれば、実際にはさらに長持ちします。画面の明るさがバッテリー消費に直結するので、明るさ調整も重要になってきます。また充電しながら使えるかという点ですが、一応可能です。ただゲームをしたり重い処理をすると、左側のテンプルの先部分が暖かくなって、充電しながらだとさらに発熱が強くなります。インモ公式としては長時間の併用はお勧めしていないとのことです。3位は度付きレンズが使えるかという質問ですが、これは使えます。インモ公式ページでオーダーメイドサービスが提供されています。近視専用でかなり強い度数にも対応しているので、視力が悪い人でも使えます。装着も簡単で、エシロールというメガネレンズで有名なメーカーと提供しているので、品質も信頼できます。価格は159ドルで、カスタムメイドのため返品不可となっています。ちなみにキックスターターでは度付きレンズのセットのプランもあるので、必要な方はそちらを選ぶといいかもしれません。次に2位は、スマホや PC 画面表示、ミラーリングはできるかという質問でした。詳しい方法は初めの方で紹介しましたが、iPhone のミラーリングも Android のミラーリングも PC 画面表示も全て可能です。詳細な設定方法については動画の前半で紹介していますので、そちらを参考にしてください。そしていよいよ1位は DMM の動画は見れるのかという質問です。やはり最も気になるのはここですよね。DMM TV でアニメが見れるか、そういう質問ですよね。この手の質問はあるかなと思って見ていたら、一つのコメントに100いいね以上ついていてびっくりしました。実際みんな気になっているんですね。もっとコメントしてくれてもいいんですよ。で、結論から言うと見れます。DMM アプリ起動時は縦長のスマホ表示なんですが、再生するとちゃんと横長の大画面になってくれます。マイクロ有機 EL なので色鮮やかで、スマホで見るより迫力があります。サングラスカバーをすればさらに鮮明に見えます。で、面白いことに暗めの部屋みたいな背景が黒っぽいシーンでは人物だけが空間に表示されるようになって AR 動画っぽさが味わえます。しかもゼロドフのおかげでどういう体勢でも見ることができます。この体験が誰にもバレずにいつでもどうでも可能なわけです。外から何の映像を見ているのかは一切分かりません。でも音漏れだけは気をつけましょ
こう言ってるとね、DMM 動画視聴のために出た AR グラスなのではないかと思ってきました。ただし VR 動画は見れません。実際に 3D 表示だけでもどうにかならないかと思って試してみましたが無理でした。サイドバイサイドの動画を立体視できるような機能はないので、左右分割された動画で表示されるだけです。この形で VR 動画が見れたら最高なんですけどね。使ってみて改めて思ったのは Android 搭載で Google Play 完全対応というのは本当にこれ強いですね。できることが無限大です。ただ今回使っているのはレビュー用にお借りしているものなので、返却することを考えるとアプリを入れまくったり自分専用に最適化したりはやりきれていない部分もあります。気になったアプリや思いついた使い方は試していますが、他にも活用方法はまだまだありそうです。例えばこの前映画館で AR グラス使えば本来はスマホはいじれませんが AR グラスであれば SNS を見ながら映画館でも映画鑑賞を楽しめるという、これは AR グラスならではだと思いました。SNS やスマホ依存症の方はね、これかなり使いどころがありそうです。Air3 はまだまだ可能性があるデバイスだと思います。もし他にもこんな使い方があるんじゃないか、 DMM アプリ以外にもこういうのあるんじゃないか、そういうのがあればぜひコメントください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。